最後まで盛り上がっていきましょう。みんなイエーイ。はい、かしこまりました。こちら失礼いたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。やばい、顔がむくみすぎてる。昨日夜中さ、なぜかラーメン食べちゃってカップラーメン。じゃあ最悪、むくみすぎかも。今日はお世話になった方々へお花を買ったんで、お昼休みの時間に受け取りに行って最後に渡したいなって思います。実習中って、ずっとマスクしてるじゃない、当たり前に。でここから上しか出ないじゃん。だからさ、メイクしないこととかめっちゃあったんだけど、めんどくさくて最後ぐらいはちゃんとした顔で行こうと思ってメイクしてます浅はか。月日が経つのは早いですな。オッケー、やばいやばい、あと2分でなんか。ではでは、最後の実習頑張っていきたいと思います。こちらになります、ね。ありがとうございます。お待たせしました。どうもありがとうございます。無事11週間の薬局実習が終わって今家に帰ってきました。なんかね、いただいてしまったの。私が実習をさせていただいた側なのに、これはフレンドリーな事務さんがいらっしゃるんですけど、いいのないかなと思ってって言ってくださったんです今日。ジョイフルメドレーなんだけど、私ジョイフルメドレー大好きなのね。この時期しか出ないやつで大事に飲みたいと思います。ありがとうございます。お世話になった指導薬剤師の方からはこのハンカチをいただいてしまって、開けます。いやー、めっちゃ可愛い。お花のモチーフのハンカチ。私紫ね、一番大好きな色なの。可愛い。泣きそうになっちゃった、これいただいた時ありがとうございます。11週間の実習を終えて一番思ったのが、大学で、教授の講義聞いたりとか教科書とか読んで、ただ薬のことをこう文章とかで覚えるよりも、やっぱり現場で実際に薬に触れてる方が何万円も頭に入ってきやすくて、たった11週間だったけど、その11週間でものすごくいろんな薬のこととかいろんな疾患のことが分かったし、その薬のことが分かっただけじゃなくて、あ、この薬ってこういう使い方もするんだとか、こういう症状にはこういう薬も合うんだとか、そういう授業だけでは学べないプラスアルファのこととかも学ぶことができたから、ものすごく経験値が上がったんですよ。たった11週間だけど。一般的に薬剤師さんのイメージは
私も薬学部に入ってたにもかかわらず薬剤師さんのイメージはいただいた処方箋通りに薬をピッキングして患者さんに薬を投薬してっていう薬剤師さんの流れを想像してたんだけど、実際に裏で薬剤師さんがやってることっていうのは、患者さんが持ってきた処方箋見て、この方はどういう症状で今日受診されたんだろうとか、その患者さんの薬歴を見て過去にどういう病気でこの薬を飲まれてたんだろうとか、今回持ってきた処方箋と過去の薬歴を見比べた時に薬の容量とかが減ってると良くなってきてるんだろうなとか、容量が増えてたらちょっと症状悪くなっちゃったのかなとか、そこまで考えたりするんですよね。何本か前の動画でお話ししたかもなんだけど、私がいた薬局っていうのが地域密着型の薬局で、もう何十年もその同じ場所でやってる薬局で、患者様も何十年も通われてる方が多かったのね。すごく距離が近いの、患者様と。私の大学では、結構低学年の頃からどういう薬剤師になりたいのかっていう自分の理想の薬剤師像みたいなのをアンケートじゃないけど記録に残していく機会が何回かあって、薬剤師になるにしてもならないにしても、私は患者様とかに寄り添えるような人になりたいみたいなのをもうずっと低学年の頃からね目標にしてるんだけど、まさしく私が実習に行かせていただいた薬局は本当に患者様に寄り添う、そういう薬局で、薬のことだけじゃなくて患者さんにどういう風に寄り添ったら患者様が安心していろいろお話ししてくれるのかとか、そういうところまで学べた11週間でしたね。そういう薬局が私は初めてだったから、私が今まで行ってた薬局とか割と淡々としてる、もしかしたら通ってないから、私は別に病気で通ってないからそう感じるだけなのかもしれないんだけど、もし私が薬剤師さんになるとしたら、こういう薬剤師さんになりたいっていう人が常にそばにいるような期間でした。だからものすごく毎日が刺激的だったし、新鮮だったし、本当に楽しくて学びが多い期間でしたね、私にとって。大変お世話になりました。ありがとうございました見てんのかわかんないけどはいっていう感じです。ではでは今日の動画はこの辺で締めたいと思います。また次の動画で